にちは、マタンの浜田です。今回はですね、マタンプロダクト第5弾になります。スーベニアジャケットを作りました。これは昨年夏ぐらいからですかね、一応インスタグラムの方でもザ・ハブシティアラスカンスーベニアジャケットっていうハッシュタグを使わさせてもらって長い間投稿させていただきました。で、ようやくサンプルができて、今のタイミングで予約を受け付けることまでこぎつけましたので、それの説明をさせていただきます。このジャケットはですね、2025年の当店の新春のスペシャルヴィンテージでも紹介させていただいたジャケットなんですけど、以前ほとんど同じものをもう1着持ってたんですけど、今回は2025年のものをサンプリングいたしました。もうそうですね、かれこれ10年ぐらい前になっちゃうのかな。サンフランシスコの駆け出しだった当時、今結構有名なディーラーになったんですけど、駆け出しのディーラーからその当時に買い付けたものになります。ヴィンテージ好きな方はもう見られてすごいなと思われると思うんですけど、アラスカジャンなんですね、通称。アラスカジャンのモチーフでバッグがインディアンヘッドになっているっていう、こういう個体は今まで僕も長い間やってるんですけど、出会ったことがなかったんですね。本当衝撃でした。なかなかその本人も手放してくれなかったんですけど、長い間ディールを続けて2枚とも私のところに来ました。で、今もうどちらも販売してなくなっちゃったんですけど、2025年に買っていただいたお客様から長い間借りて今ここにあるっていうものになります。これはサンプルになるんですけど、サンプルの方がこちらになります。制作の上で一番肝になるのがやはり刺繍だと思ったんですね。当時のベルベット素材、ベッジ素材は用意することはできて、僕もこの制作をするのに初めて知ったんですけど、ベッジン素材っていうのは綿 100% なんですけど、その当時と同じベッジンベルベット素材に刺繍を載せさせてもらいました。当初ですね、やっぱり糸が経年してこういう表情になっているので、なかなかこうサンプル作っても色合わないんじゃないかとか、最悪合わなかったらもうどうだろう、その糸も経年させたりとか、でもちょっとこう新品の雰囲気があるものであればもういっそのことやらないっていう選択肢もあった中でスタートだったんですけど、サンプル、刺繍サンプルをもらった時がものすごいクオリティのいいものができたんですね。これだったら制作できるなって思ってですね、そこからボディだったり、リブだったりを続けて検証して制作してきました。ストーリーなんですけど、サスカチュワン、サスカトゥーンっていう記載があるんですけど、これはですね、カナダの中西部の都市の名前なんですけど、サスクワン州サスカトゥーン。これはサスカトゥーンは都市の名前です。州と都市の名前なんですね。で、下にハブシティと大きく記載されてるんですけど、これはですね、当時アメリカ、カナダ、アラスカ、ここをつなぐハブシティになったのがこのサスカチューンのサスカトゥーンになったんですね。で、そこからこういうようなジャケットを着想で作られたと思うんですけど、ストーリーがちょっと複雑でですね、1900年代初頭ぐらいからですね、カナダのサスカチュワンは開発が始まったんですね。で、開発が始まって、もともとは、お聞きになったら分かる通り、このちょっと変わったイントネーションなんですけど、そもそもネイティブの人たち、インディアンの方たちの愛称がそのまま州の名前になってる感じなんですけど、開発のために居住区に、これはもうアメリカと一緒で居住区に住まわせたと言ったら言い方はありますけど、そこに住まわせることになったんです。要は彼らの土地を奪って開発をしたという、そういうストーリーがあるんですね。で、その時に作られたものだと思うんですけど、どことなくこのインディアンの表情なんかもちょっと悲しげなのも、そういうストーリーがあっての感じかなと思って検証してまいりました。
その別鎮は一緒なんですけど、ボディの方は紺色なんですね。経年してるちょっと紫っぽくなってるんですけど、もともとのオリジナルが紺で裏地が黒になります。こちらの方もですね紺になるんですけど、今ちょっとこう経年してない状態のものなのでちょっと黒っぽいんですけど、一応紺で中は黒になりますね。ジッパーの方はですね YKK の回転式を使ってるんですけど、今 YKK の真鍮の回転式っていうものがちょっと使えなかったんでですね、一応オルデスさんのものにアップデートさせていただきました。リブはですね、これもちょっとサンプルですのでまだ本製品の方とは仕様が違ってくるんですけど、経年のリブがですね結構折り幅が広いものだったんですけど、それを当時オリジナルがどうだったんだろうっていうところで作っていただいたのがこちらなんですけど、もちろんどちらもウールなんですけど、ちょっとテンションが弱い感じだったんですね。もともとちょっと広がってるものにこちらもアップデートしてそちらを採用しようと思ってます。色はオリジナルに合わせてもうちょっときなりがかったものになると思います。フロントはですねエスキモーの刺繍が入ってですね、サイドはアラスカジャンだとおなじみになるんですけどね、犬ぞりになりますね。でやっぱりこの迫力のバックビューなんですけど、カラフルでですね本当に美しい刺繍になってます。これはオリジナルなんですけど、制作した方もですね色を見るとねもうほとんどもう違わないぐらいのクオリティのものができました。素晴らしいと思います。先ほど説明したんですけど、カナダの地名、州名が入るイニシャルとインディアヘッドですね。当時アラスカの方からカナダにかけてもやっぱりインディアンの方の居住地が結構あったんで、やはり当時からインディアンっていうのはいろんなとこにいたんですよね。そうやってね、それも初めて知りました。ちょっとサウスウエストの暖かい方が多いのかなと思ったら全然そんなことがなくてですね、北部の寒い極寒の中生活してた方々もいたことになりますね。サイズはですねオリジナルからですねサンプリングしたんですけど、ちょっと大きく作ってあります。うちのサイズ展開が SML でアメリカ用に作ったものがあるんですけど、それも XL っていう過程のライズにしてあるんですけど、うちの S でだいたい他ブランドのM ぐらい層のサイズ感だと思っていただければ、詳しいサイズはもちろん実寸で出したものをまた紹介させてもらうんですけど、だいたいうちの S が他社の M ぐらいで、うちの L が XL ぐらいのサイズ感で3サイズ4サイズ揃えてあります。約1単ぐらいの単を用意して、それで取れる量だけを製作するっていう感じになりますので、各サイズ10枚で、大きい XL っていうサイズはもうちょっと少なくなるんですけど、そういう形にして販売になりますね。夏頃から検証してストーリーなども僕も勉強してきたんですけど、本当に興味深かったジャケットですね。これだけのやっぱりアラスカジャンっていうのも多分なかなか今後も出てこないんじゃないかなって僕なんかも思うんですけど、通常ですねやっぱり白熊だったりどうだろうな、軍のスコードロンとかそういうものが多い中、これだけ迫力あるインディアンのインディアンヘッドが刺繍されたジャケットっていうのは本当に希少な一枚だと思います。今回もそうですね、春頃から検証し始めました。制作が3月ぐらいからになるんですけど、約1年間検証と制作サイドどちらからも、いろんな意見をいただいて、僕にとって本当にヴィンテージに対する知識ももちろん高まりますし、それをドロップした後のお客さんのレビューも本当に嬉しいレビューが多いんで、やりがいあるプロダクツに成長してきました。これも本当に今まで皆さんが購入いただいたり着用していただいたり、そういうレビューだったりがプロダクツの土台になってる本当実感がありますので、
今まで買っていただいた方にも本当に感謝いたします。今年もこのスカジャンの後にもまたプロダクトの方進めていくものがありますので、またそちらも楽しみにしていただければと思います。それではこちらの方は当ヴィンテージサイトからの予約になりますので、今回もまたよろしくお願いします。